こんにちは、あおいです。皆さん、明けましておめでとうございます。今年もあおいの給食室をよろしくお願いします。今回ご紹介するのは、保育園の七草風がゆの作り方です。そろそろ仕事が始まりますが、まだ前向きになってないなって方はもしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけれども、そんな時にも一品でいろんな栄養素が入っているこの七草風がゆを作ってみてください。七草がゆっていうのは子供がなかなか食べ慣れていないものなので、保育園では食べやすいようにアレンジをしています。それでは早速作っていきましょう。保育園管理栄養士あおいの給食室、今日は七草風がゆです。野菜を切る前にまずお米を炊いていきましょう。ちょっと今日鼻声なんですけど聞き取りやすいかな、大丈夫かな。保育園の雑炊の作り方はちょっと特殊なんですけど、ご飯をまず普通に炊きます。でもお米を研いで水気を切ってある状態です。いつもと同じ分量のお水を入れていきます。で、お米はいつも通り炊いていってください。あとよくコメントでこの炊飯鍋どこのですかって聞かれるんですけれども、これはハリオっていうところの炊飯鍋になります。概要欄の下の方にリンク貼ってありますので見てみてください。保育園では子供が食べやすいように本来の七草がゆとはちょっと違う食材を使っていきます。まず1つ目はカブです。カブはね、普通の七草がゆの七草としても使われていて、このカブの葉の部分を七草がゆの鈴菜と呼ぶところになります。で、カブはね、葉っぱにもたくさんビタミン含まれてますので葉っぱも使います。葉の部分はだいたい2センチ幅くらいに切っていきましょう。葉先の方は葉が大きいので細かく刻みます。カブはいちょう切りにしていきます。カブは柔らかいので厚めに切っていただいても大丈夫です。1つを3等分くらいですね。次の野菜は七草の一つですね、大根になります。で、本当は七草なのでこの大根のね、葉の部分を使います。鈴代っていう風に呼ばれています。大根もいちょう切りにしていきます。ただ大根はカブよりも少し直径が大きいので、このまま薄切りではなくてさらにこの半分のいちょう切りのサイズにしていきます。この鈴代の意味は汚れのない潔白っていう意味があります。あと今日はここに人参も入れていきます。このさ、ちっちゃく切った人参ってすごい皮剥きにくいんだよね。包丁で剥いた方がいいか、今更。人参もいちょう切りにしていきます。それから今回は長ネギも入れていきます。長ネギは殺菌作用があるので、こういったね、感染症が流行る冬とかにはもってこいの食材です。ネギは輪切りにしていきます。ちょっと今日ネギ大きいから半月にしますね。だし汁を取っていきます。いつも通りね、昆布を鍋にセットしたら間違えた、火つけたしょった。セットしたらここにお水入れていきます。そしたら火をつけます。時間がある時はね、弱火でじっくり加熱していってください。ご家庭で作る際はだしパック使っていただいても大丈夫です。で、おすすめの市販のだしパックについても動画をこれから出しますので楽しみにしていってください。お鍋にふつふつと小さな泡が沸いてきたら、ここで昆布を取り出しましょう。昆布だし一度沸騰させたら、ここに鰹節を入れていきます。鰹節入れたら火を止めて、このまま3分間待ちましょう。
し汁が取れたところで野菜をどんどん入れて煮込んでいきましょう。まずは火の通りにくい人参から。そしたら大根とかぶも入れていきます。火加減は中火にして煮込んでいきましょう。だし汁が沸騰してきたら、今日はここにね、鶏もも肉も入れていきます。本来七草がゆってタンパク源入れないんですけれども、保育園だとここにタンパク源加えて栄養価を高めるっていうのと、あとはね、子供が結構食べやすくなるんですよね。タンパク質がちょっと入ってることで。鶏もも肉は皮を除いてだいたい1センチ角くらいに切ってあります。七草がゆは無病息災とか、あと邪気を払うっていう意味でも昔からね食べられてきたので、こういったのを子どもたちに伝えていくっていうのも保育園の役割ですので、給食を通してたくさん伝えていきます。具を煮込んでいる間に一つやることがあります。先ほど切ったカブの葉っぱ、これを茹でていきましょう。別茹でして最後に加えることで、この緑の色味がとても綺麗に残ります。今10分ぐらい煮込んでたんですけども、具材がねかなり柔らかくなってましたので、ここに長ネギも加えていきます。長ネギはねお子様にとってすごく辛いので、薬味としてのせるんではなくて一緒に柔らかく煮込みます。そうすると長ネギの辛みが軽減されて子供も食べやすくなります。とここに味もつけていきましょう。醤油を入れていきます。あと食塩も入れていきます。今ネギと調味料入れてから10分くらい煮込んでます。でネギが柔らかくなったら最後の仕上げ、ここに溶き卵を入れていきます。卵アレルギーのねお子様もいらっしゃるので、卵入れないことも多いんですけど、今日は卵入りで作ります。保育園でやる場合は殻の異物混入防ぐためにざるでこしながらこう入れるんですけど、今日ちょっと手が足りないのでこのまま入れていきます。2人がかりでね保育園ではやります。でしっかりとね沸騰させたところになるべく上の方から少しずつでかき混ぜながら入れていきます。保育園で作る場合は卵はねしっかり火を通してください。食中毒予防のために卵もしっかり火を通します。そしたら火を止めて仕上げにカブの葉っぱを加えていきます。おー綺麗になった色が。ご飯オープン。美味しそう。保育園ではこう煮込まずにね別々で盛り付けをしていきます。煮込んでしまうと盛り付けがちょっと難しくなってしまうのと、それからふやけすぎてしまうっていうのがあるので、こうしてね別で雑炊風にして盛り付けをしていきます。葵の給食室。給食嬉しいな。何でも食べましょう、よく噛んで。それでは皆さんご一緒にいただきます。今日はもうこの子供用のスプーンで食べちゃう。これ美味しいんだよね。ちっちゃい、あんまりすくえないんだこれ。欲張りな私にはちっちゃすぎるな。染み渡る美味しい。
今ちょうどこの鼻の調子が悪いからこういうのがさ本当に美味しい。本来はね七草がゆなので葉っぱだけで作るものなんですけど、なかなかこう七草食べる機会って、1年に1回でさらにねお家で食べないことも多いと思うので、そうすると給食で初めて出てきた七草がゆってお子様がねなかなか食べないんですよね。なので今回はこういった形でちょっと違う食材とかタンパク源も加えつつお子様風に食べやすくしています。ご飯の炭水化物に加えてこういった野菜のビタミンとかも入っているのと、卵とお肉でさらにタンパク源も加えてますので、ちょっと料理疲れちゃったなとかそういった日にもおすすめです。全然話は料理じゃないんですけど、私は小さい頃に家族全員で集まって餅つきをするっていうのがね毎年の恒例行事だったんですけど、皆さんが小さい頃とか、今のねお正月の家族の習慣ってどんなものですか？餅つきするって多分珍しいですよね。もう私が小学校の時だからだいぶ前の話になるんですけど、珍しすぎてよく近所の方がね見に来てました。このチャンネルでは一人でも多くのパパやママのお力になりたいと思っています。共有ボタンを使ってぜひお困りのお友達にも教えてあげてください。このボタンを使えば LINE や Twitter などで簡単にシェアすることができます。また小規模保育園さんや家庭的保育士さんにも負担なく献立をお届けするサポートもしています。詳しくは概要欄の一番上をチェックしてみてください。それでは今日も元気にいってらっしゃい。